こんにちは、ドレミです。ピアノライフいかがお過ごしですか？皆さん、ピアノを練習していて好きな作曲家いますか？また、いつかあの曲弾いてみたいと思い描いている曲ありますか？ピアノを弾いている多くの方がショパン憧れるんじゃないでしょうか。私は未だに憧れのショパンの曲たくさんあります。ショパンはきっとね、みんな好きなんじゃないかってぐらいすごく人気なんですよね。でもショパンって難しくってちょっと私には弾けないと思っている方も多いですよね。以前のドレミの動画で初心者の方でもチャレンジできるショパンの曲というものを紹介しました。ぜひね、ショパン取り組んで私にもショパン弾けるんだというふうに自信持っていただきたいんですけども、ショパンきれいに弾くのってすっごく難しいと思うんですね。ショパンをね弾くとき、とっても大事なことがあります。これはもうショパンを弾くときのルールとも言えることです。それ何かわかりますか？これを知っているとショパンを弾くときにさらにねランクアップして上手に聞こえるショパンの演奏ができます。そのルールとは、ショパンは書いてなくてもエスプレッシーボで弾くということなんです。エスプレッシーボ、曲の中のね発想標語なんですけども、表現の部分ですね。どういう意味かご存知ですか？エスプレッシーボというのは表情豊かにという意味です。発想標語ってね、本当にたくさんあるんですね。書いてあるもの、知らないときは必ず調べるようにしていただきたいんです。とってもね、重要だけど意外と見落としがち。その発想標語を大事に弾くと、曲のね、演奏に深みが出てきます。このね、表情豊かに弾く、エスプレッシーボで弾く、どういうことか、ちょっとね、エスプレッシーボで弾いていきたいと思います。ノクターンの9の1、第1番なんですけども、エスプレッシーボじゃなかったら、エスプレッシーボを無視して弾いた場合、例えばオーパス9の2、有名な2番ですね。エスプレッシーボを無視して弾いたら、私の大好きなノクターン作品27の2、第8番ですね。これもエスプレッシーボを意識せずに弾いたら、違いが分かりますでしょうか？エスプレッシーボってじゃあどうやって弾くの？これね、すごく難しいですね。私も長年ピアノやってますけども、エスプレッシーボってどうやって弾くんですかって聞かれた時に、それを言葉で伝えるのってとっても難しいなと感じているんですね。もうこれは本当に長年の悩みでもあります。どういうふうに伝えて、どういうふうに
アドバイスをしていったらいいのかな。これはね本当になかなか答えの出ない悩みだったんですけども、自分がエスプレッシーボって書いてある時にどういう風に弾いてるかなっていうのをよくこう考えながら練習取り組んでみたんですね。そして私なりのエスプレッシーボの弾き方、そして言葉にするとこういうことっていうのをなんとなくねやっと分かってきたので、それを今日はお伝えしたいと思います。ズバリねエスプレッシーボどういう風に弾くか、次の音に行くときに少しためらっていく、次の音に行くときに大事に弾く、すごくね感覚的な感じになるんですけども、ちょっとね以前ご紹介した初心者の方にも取り組んでいただける曲でやっていきたいと思います。この曲弾こうと思って楽譜を開いてみると、旋律がドシドシドシシラ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 ラ、ドシドシシラシラなんですね。なんだ簡単じゃん、すぐ弾けるじゃんと一見思うかもしれないんですね。こういったね単純な曲でちょっとね感じてエスプレッシーボを意識して弾いていきたいんですが、この単純な動詞動詞簡単に次の音にさっと言ってしまうと2、3、4、1と2と1と2と1と2と1と2、こういう風になってしまいますね。もちろんね譜読みをするときにリズムを間違えないように1と2と数えながら弾いたり、メトロノームを使ってリズム通りに弾く練習をするっていうのはとっても大事です。その次のステップ、音楽的に弾くとき、もちろんためらって弾くからテンポを遅くするってなってしまうと、だんだんテンポが遅くなって最後に止まってしまいますよね。なのでテンポをだんだん遅くするわけではなくて、次の音に行くその瞬間、打鍵するその瞬間に少しためらって弾く。1と2と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 1と2、ほんの少し一瞬のこのためらい、一瞬ちょっとこう引き寄せられるようなものを意識して弾く。ただ本当にそれだけで大きく変わってきます。ちょっとした意識なので、それだけで変わるっていうと、初心者の方、難しい曲、音数がたくさんある曲弾けない、本当に単純な曲しか弾けない、でもこのエスプレッシーボを意識するだけですごく質の高いいい演奏になります。ただショパンの曲ね、エスプレッシーボって書いてある曲もたくさんあるんですね。エスプレッシーボ書いてなくてもエスプレッシーボ、じゃあ書いてある時はどうするのか。それはもうモルトエスプレッシーボ、本当に表情豊かに感情を込めて弾いてください。ただね、感情を込めすぎてこう船酔いしてしまうような揺れ揺れにならないようにね、しっかりテンポの流れは意識して弾く。ここがやっぱり大事なポイントになりますので、ちょっと気をつけてくださいね。それでは今日の学びです。20世紀を代表する名ピアニスト、ショパンの解釈の第一人者とも言われている有名な方ですね、ルービンシュタインの言葉です。私は生きることに夢中だ。人生の変化、色、さまざまな動きを愛している。話ができること、見えること、音が聞こえること、歩けること、音楽や絵画を楽しめること、それは全くの奇跡だ。
ピアノを教えていて思うことがよくあります。子供ってまだ成長過程で体も出来上がっていなくて筋肉も柔らかいですし、体もね柔らかい、そういうもちろん子供の方が指の使い方、細かい練習とかって身につきやすいかもしれないです。でも大人の方、やっぱり人生の経験が全然違いますよね。生きてきていろんな感情を知っている、いろんな景色を知っている、美味しいもの、綺麗なもの、悲しいこと、たくさんの経験をしてきてます。やっぱりね、同じ初心者、同じぐらいの曲を弾くレベルであっても、やっぱり深みのある演奏だったり、今の音とっても素敵、今の歌い回しとっても素敵っていうのは大人の方に思うことの方が多いんですね。そして私もこんな素敵な弾き方できるんだと、ピアノを教える立場であっても初心者の大人の方に思うことっていうのはあるんです。やっぱり普段の生活が演奏すること、表現することにも生きてきてるんですね。今日の言葉であの時もこういうふうに感じたなっていうことをはっと思い出してきたんですけども、普段ね、私生活の中のいろんな刺激、何気なく過ぎていくもの、見る景色っていうのも、自分で意識していなくても自分の出す音、表現することにつながっています。大人の初心者の方、自分はうまく弾けなくって自信がない、人に聞かれるのが恥ずかしいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。でもその音を愛して自分が楽しんで音楽を続けている、そうすると自然とね出てくる音も本当に素晴らしい、綺麗な音、素晴らしい音色で響いています。これからも自信を持って楽しんでピアノに取り組んでいただければ嬉しいです。今日の動画参考になったと思ってくださった方、いいねボタンやチャンネル登録もお願いします。またより効率的に上達したい、独学だけど気軽に質問をしていきたいという方、ドレミのピアノサロンの方もやっておりますので、概要欄の方にリンクを貼っておきます。どんなことをしているのかなと気になる方、ぜひ覗いてみてください。今日少しピアノを身近なものに感じていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。